今ルクソール空港に着きました。これからいよいよカイロに向かいます。こんにちは、ちぼです。この日は元旦朝の便でルクソールからカイロに向かいます。ちなみにこの動画は通路側の席にいる私に窓側にいた外国人のお兄ちゃんが送ってやるよってくれた動画です。気持ちのいい優しいお兄ちゃんでした。今ホテルのピックアップサービスで車までたどり着いたんですけど、こんな感じでですね、車がめちゃくちゃ止まってるんですね。で、この車があるから出れないよっていうことで、今この車が来るのを待ってるっていう、エジプトらしいカオスの状態でございます。多分なんかここからピラミッドが見えるってことなのかな、なんか言ってくれてますね、ガイドっていうか運転手の方が。なんか午前中の方がピラミッドはガスるらしいですっていうのを、ルクソールで出会った先にカイロを回った方から情報をいただきました。おー、いやこの日は飛行機が30分ほど遅れたため、ホテルの受付で送迎料金を割増請求されました。私的には到着後に私も待ったんだけどなとは思ったものの、これがエジプトでのルールなのかもわからず、大幅に請求されたわけでもなかったので、そのまま支払いました。かわいいね、にゃん太郎。エジプシャンにゃんこ。おい、エジプシャンにゃんこよ。おい、エジプシャンにゃんこ。なんだ、どこ行くの？エジプシャンにゃんこ。かわいいね。このアップにも耐えられる顔。かわいいね、あんた。舐めるように撮っちゃうよ。見して、うり、あ、かわいい。かわいい。やだ。すごいね、このアップにも耐えられるって。すごいことだよ。ねえ、チボチャンネルだってチボこんなにアップになんないんだから。かわいいね、あんた。かわいいね。耐えられるね、このアップでね。かわいいね。名前なんていうの？下向いちゃった。うりよし、お昼ご飯食べに行くか。今ですね、ホテルチェックインというか荷物預けまして、すごいノープランだったんで、ちょっとね、ちょっとピラミッド寄る気力ちょっともうなくて、とにかくゆっくりしたいんで、お昼ご飯食べて街ぶらします。ホテルの前はなんかストールとかお土産屋さんになってますね。綺麗、カラフルな。ここがコシャリのお店で、エルタハリールというお店なので、ここでお昼ご飯を食べようと思います。エルタハリールさんはエジプトの国民食コシャリの専門店です。支払いは現金のみとのことです。届きました。コシャリの一番小さいサイズです。28ポンドですね。なんかお菓子も一緒についてきました。では、いただきます。では、いただきます。もうね、匂いからしてガーリックが効いてて、でトマトソースなんでちょっとね、香りだけ嗅ぐとイタリアンに来たみたいな感覚です。すごくね、美味しそうな香りがします。では、いただきます。コシャリっていうのは麺とかお米、マカロニとか、あとはお豆とかが入っていて、炭水化物キングみたいなご飯らしいですね。こんな感じで混ぜると、ご飯粒と麺とトマトソースとか、あとはお豆ですね、ひよこ豆とか出てきます。いただきます。美味しいな。トマトソースパスタだな、これは。美味しい。ちょっと麺は柔らかめかも。柔らかめに茹でてあって、
ニンニクが効いてて、でお米も多分エジプトでよく出てくるちょっとこの塩気の効いたお米なので美味しいな。いろいろ混ざってるけどまずいわけないですよね。美味しい。ちっちゃいマカロニも入ってるんですけど、これはエジプトのスーパーでよく見ましたね。これ、この形の多分コシャリにみんな使ってるのかも。あと味付けはやっぱトマトとガーリックが効いてて、パスタも入ってるんでちょっとイタリアンっぽい感じで、でも見た目はこんな感じなんで面白い、不思議です。でも美味しい。なんかこの酸っぱいのと辛いののソースがあるらしいんで、ちょっとだけ試しに入れて味を変えて見てみようと思います。まずこの酸っぱいのちょっと入れてみます。あー、香りが酸っぱい感じする。ちょっと入れて今混ぜてみました。いただきます。あ、美味しいかも。さっぱりする。美味しい。味変にいいかもしれないですね。さっぱりします。これはこれでいいぞ。美味しい。でちょっとこの辛いのはなんか入れすぎると辛すぎるらしいんで、ちょっとだけ入れてみます。混ざってない、油だけになっちゃう。とりあえずこれで混ぜました。あー、辛い。上澄みの油部分だけだけど結構辛い。これは激辛好きな方にはちょうどいいかなって感じ。あ、これね、舌にピリピリくる感じで、喉通した時に喉がすごいピリ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 ってこう細かくピリ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 ってくる感じです。美味しいは美味しいですよ。ただ結構ほんと辛さ強いわ。私この上澄みだけなんで、この下のを混ぜて入れたら多分相当辛いかも。美味しいけど辛いの苦手な人はめちゃくちゃ注意するか入れない方がいいかもしれないっていうぐらい辛い。結構でも美味しい。個人的にはビネガーの方がいいかな。ビネガーはさっぱりする。美味しいです。これフライドオニオンでした。入れるんだ。なんかフライドオニオン確かにコシャリに入ってるって書いてあったんですけど、これ別添えみたいです。ここのエルダハリールさん、ちょっと入れます。後からなんですけど、これが食感がこうカリカリしててコシャリの特徴というからしいですよ。このフライドオニオンの量の多さとかによってその食感とか味わいが変わるので、結構味噌らしいですね。いっぱい入れちゃいました。イエーイ。ではアリバージョン食べてみます。フライドオニオンのこの甘みとフライされた香ばしさですごい変わるわ。食感もカリカリ、美味しい。そのままでも美味しいから、こうやってちょっと分けて味変して食べるのもいいかも。すごいな。味変して食べるのいいと思います。美味しい。こちらがメニュー表です。コシャリのサイズは4種類から選べました。すごい、これはデザートかな。アラビアンデザートっぽいですね。奥にもああいう感じでいっぱいありますね。お菓子屋さんみたいです。じゃーん、キットカットミルクシェイク来ました。上にはキットカットとチョコレートとチョコチップも入ってますね。これチョコ好きにはたまらない美味しそうなドリンク頼みました。ちょっとこれで休憩します。うましい。美味しい。チョコまみれなんでチョコ好きの方にはおすすめ。なんかテラス席もあって2階にはテーブル席があって喫煙可能なので、タバコの匂いはすごいです。エジプトの方結構喫煙者が多いイメージあるので、そういうのが苦手っていう方はこうテラス席のあるカフェでお茶するのがいいのかなと思います。今テラス席なんですけど外なのでタバコの煙は気にならないです。はい。
日本人の方ね、タバコの匂い苦手っていう方多くいらっしゃると思いますので、喫煙者の方だったら逆に気負わずに吸えると思うんで、日本よりもね肩身狭くなく楽しめるんじゃないかと思います。美味しいです。はい。おー、すげえ早い。今どんどん上がってくる。上がってきてます。じゃんじゃじゃんじゃ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 ん。すごいな、これ。だってさ、ドアないんですよ。めちゃくちゃ怖くないですか？外側についてるんですよね、ドアが。こちらエレベーター自体についてないっていう。はい、着きました。おー、めっちゃ怖い。私のお宿はここです。ベルリンホテル。さて、着きましたとさ。今回カイロでの宿泊先について私は全然下調べもせず適当に中心地で取っときゃ一緒と安い宿を選んだんですが、周りの人たちはみんなギザのピラミッドが見えるホテルを予約していて、やっちまったと思いました。なので私の Vlog ではある意味他の Vlog では見れない宿が見れるかもと苦しい言い訳してみます。こちらがベルリンホテルさんです。めちゃくちゃ可愛い。エジプト泊まる中で一番可愛い宿です。すごい綺麗だね。この床の艶がいいですね。こんな感じ。壁紙は黄緑です。このターコイズブルーのベッド。可愛いなぁ。ドアもグリーンなんですね。こういう感じでちょっとお部屋の壁紙とか色が統一された感じで可愛いです。コーヒーを入れていただきました。でこっちにはソファーとファンがあって、こっちもなんか緑で統一されてるんですね。おしゃれな。でこっちにも簡易ベッドが1個ありますね。でこの高い天井と高い窓の先にはじゃーん、これ私今初めて出た。うわ、怖っ。何これ、怖っ。つくのは足、ちょっとやだ、怖いなこれ。うわー、すごい。こんな景色が見れるの？めっちゃいいじゃん。なんかハリウッドの映画とかでスパイとかがさ、なんかこういうところに立てこもってるよね。どういうイメージだった話なんだけど、素敵。こんな感じですか。朝ごはんここで食べたいな。ベルリンホテルさんには2泊します。すごーい。これまたちょっとカオスっぽい街並みにやってきましたよ。すごい。やばにや。なんかカイロでいうとこの秋葉原みたいな感じなんですかね。電気街みたいな感じ、電気屋街みたいな感じですね。私これ今編集の段階で気づいたんですけど、私ずっとこれをタハリール広場だと思って動画撮ってたんですが、タハリール広場ではないみたいですね。タハリール広場じゃないところでした。ここは実際のタハリール広場よりもよりローカル感の味わえるような喧騒と雑踏の街といった感じでした。こんにちは、今広場に来ました。着きました。すごいです。こんな感じでですね、雑踏がすごいんですね。ここら辺をちょっと散策しようと思います。今広場の名前が思いつかないので、ここら辺に書いておきます。エルアタバマーケットはカイロ中心部に位置する市場です。衣類など多くのお店がひしめき合い、売られているものは観光客向けというより現地向けの印象でした。この市場を突っ切ると観光客向けのハーンハリーリというスークがありますよ。オレンジジュース屋さんもありますね。こんな感じで。おー、that's handsome. Handsome. Jamila. Yeah.
Sorry? Yeah. Yeah. Photo, okay? Nice. Very handsome. Very handsome. 市場を歩いているときはアジア人が珍しいのか、またカメラを持って歩いているせいか、写真を撮って、いや、写真を一緒に撮ろうとよく声をかけてもらいました。もちろんというと、店の奥にいる家族や友人たちを呼んで、写真撮影大会さながらに盛り上がってくれました。カメラを向けるとみんな、家族や友人と肩を組んで、その顔には笑顔がこぼれていました。たった一瞬の瞬間を切り取っただけですが、滲み出る愛情や友情に富んだ笑顔は、私の心にも染み渡りました。観光客向けのハンハリーリと比べて、こちらのエルアタバマーケットは現地の方が履くスニーカーや普段着を売っている市場でした。エジプトらしいものという意味ではあまり取り扱いはないかもしれませんが、現地の人が普段どんなものを買ってどんなものを身につけているのかがわかる、現地での暮らしが垣間見える場所となっています。この布は何に使うんでしょう。そんなことを考えるのもこちらの市場の魅力となっています。すごい可愛いワンピース屋さんに来ました。めちゃくちゃここ可愛いな。エジプトのワンピースが可愛くて、やっぱりもう一着欲しくなってしまった私。いろいろ見て回り、最終的にこの可愛いピンクのワンピースを購入しました。エジプト Vlog、今回はここまで。次回はハンハリーリでお買い物、そしてアラブご飯を堪能しています。この動画がいいなと思ったら、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムもチェックお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。